おはようございます。画家の小木曽です。今日の動画はですね、こちらですね、顔を描いてみました。透明水彩ですね。透明水彩で、写実的に描いてみたという動画なんですけども、これいくつか今までパターン、変えてはきているんですけども、ちょっと今までとは違うのは、多少ガッシュ不透明水彩を使っていっております。で、なんでかっていうと、今までずっとやってきたのは、紙に対して薄く塗っていくという方法だったんですけど、ちょっとちゃうやり方をこれからは試していこうかなというふうに思ってます。もちろんまた戻るかもしれませんけども、やっぱりですね、新しいことをチャレンジしていこうということで、ちょっと不透明水彩的な使い方をしつつも、透明水彩でやってます。どういうことかというと、白を出していってます。ポスターカラーの白ですね。そういったものもちょっと可能性の中に入れておいた方が多分私の今後の創作活動には有益に働いてくるんじゃないかという私の予想でございます。で、そういった実験も兼ねて今回は描いておりますので、うまくいってない部分も確かにあります。でもこういったことを繰り返していくんですね。結局はこういったことを繰り返しながらパーフェクトなものだけを出し続ける絵描きじゃなく、私はどっちかというともうドロンコベースボールですね。昔の何ですか。ではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。これは学生さんがモデルをしてくれたので、転写をしておきました。ね、皆さん、コミュニティ欄の方にありますので、ご自由にお使いください。まず背景からズバッと暗めに置いていきました。ズバッと。本当学生さん協力してくれて、皆さんがね、それを書いて、いいねとかつけてくれたら嬉しいですね。学生さんも本当に学生さんもこうやって優しくて、皆さんね、本当に感謝です。ね、なかなか今の、人物が描けないとかっていう人いますしね、ネットで書いたやつを先生のに公表に出したら先生に怒られるという感じでしょうからね。学生さん本当に感謝しております。この間もちょろっと学生さんにちょっとね、描いた絵をあげたりしたんですけどね、アルバイト代ということでですね、あと皆さんからスーパーチャット等で、お返しできたらと思うんですけど、現金もね生々しいのでですね、あれもなかなかですね、皆さん本当にもうこういうのを書いていただいてですね、送ってきて、でちょっと斜めとかにするとちょっと平らになるというかですね、フラットになっていきますので、絵の具が重力によってですね垂れていくというかですね、そして髪の毛の方も土台まだ左手で持ってますもんね、斜めにしていってます。こういった感じでですね、まず土台を作るということをしていってます。でちょっと今回はですね、アンドリュー YS 的に描いてみたいなという憧れがあって、第1弾かもしれません。今後も何度かこれをやっていこうかなと思ってます。アンドリュー YS への道みたいな感じかもしれませんが、私自身がですね、そんな透明水彩を主で描いてきた人ではないので、ちょっと今回紫で塗ったんですけど、 YS はこんなんちゃうなと後で思いました。私自身がそんなに主で油絵を描いてきた作家ではないの、水彩ですね、を描いてきた作家ではなくて、やはり油絵が中心で、本当にエスキスとかプランニングとかスケッチとかそういったもののために水彩というのを使っていたんですが、やっぱ面白いんですね。画材っていうのはいろんな画材があって、そういうのを使うと面白い。私の YouTube チャンネルはですね、私のチャレンジ企画みたいなところもありますし、私がなんか本当遊んでいるような感じがあります。実際に美の探し方みたいなのを現場でスケッチする時の目線であるとかですね、鬼好評、本当学生の前でベタラ喋ってるようなことがそのままなっているというだけで、皆様に研究の公開といいましょうか、そういったことをしているということですね。でこういうことを私自身も今度はズバッとYS のように水彩を描けたら、でYS の見てたらですね、テンペラと呼ばれるカゼインテンペラっていうものらしいんですけど、僕もちょっと若い頃それチャレンジしてみたんですが、なかなかうまくいかなくて、で水彩もガッシュとか案外書いてあるんですね。で何のことかなとずっと思ってたんですけども、多分不透明水彩みたいなものも使ってますよという意味ぐらいなんでしょうね。だからこう書いてるというか、もう結構その辺はノリで書いていってる感じがするんですが、すんげえかっこいいんですよ。でそういったものを目指していくということもあっていいかな、特に水彩画ですけどもね、という気持ちで描いております。何か偶然みたいなものと書き込みとみたいなのをうまくリンクさせているところがすごくうまくって、本当に
テンペラのメインのための脇役的なエスキースのための水彩画という感じもあるんですが、本画的な感じのクオリティのものもあったりとか、もうその辺がすごいなと思います。ちょっと目とか描いていってますね。だからもっと土台をダンダンと本当はつければよかったんですけど、これ実は書き出した時はそこまで考えてないんですよね。何か今回新しい実験をどうしようかなぐらいの感じで思ってるんですけど、ちょっとその途中からですね、やっぱ YS の水彩って画集見ながらですね、思うようになってですね、やっぱりですね、自分の中でこうやりたいああやりたいっていうのが明確になればなるほど、やっぱり勉強の仕方っていうのは先が見えてきますよね。モナリザみたいな描きたい思ったら、じゃあスフマートでどうすんのかな、油絵でどうすんのかな、重ね方どうすんのかなとかですね、レンブラントみたいに描きたいと思ったら絵の具の塗り方どうすんのかな、重ね方どうすんのか、同じことですけど、やっぱりそれぞれゴッホみたいに描きたいと思ったら絵の具の筆致をあえて残すのどうすんのかな、すんのかこうすんのかっていうことを考えるわけですよね。でやっぱり今までやってこられた諸先輩方がいて、でそれにやっぱりですね、そこから学び得ることってすごく多いんですね。よく文脈という言葉が今あったりするんですけども、やっぱり歴史の中に、私たちは乗っかっているということをやっぱり知らないといけないし、知った方が近道やったりしますよね。全く無のところから描いてあげるということをするんではなくて、やっぱり先人の人たちが積み重ねてきてくださったものがあって、私たちがあるということを考えていって、特にアメリカの画家ですね、アンドリュー・ワイエスという人はで、お父さんもおじいちゃんも絵描きさんなんですよ。だから3代続く絵描きさんで、くくりとしてはなんていうか水彩画家的なくくりなんですよね。なんかそういうくくり的なところがあって、挿絵画家であったりおじいちゃんとかがですね、でお父さんも画家でという感じで、でもアンドリュー・ワイエスという3代目のアンドリューというのはやっぱりもう国民を代表するような絵描きさんとしてですね、今2層目の土台を作ってます。本当にもう超有名で、唯一無二ですね。でその唯一無二になりたいというのがやっぱり絵描きさんみんなが思っていることなんですよね。で私もなんか器用不器用みたいなとこあって、何でもかんでもできてしまうっていうかやってしまうというか、できないんですけども、できないからまたやるという感じがあるんですが、やっぱり皆さんも唯一無二を探していく際にやっぱり歴史があるということを知っておいた方がいいですよ。やっぱりインターネットの画像から描きますじゃなく、この人はどういう経歴でやっていくのかな、やってたのかなとかっていうのを勉強していくっていうことがすごく大事ですね。特に歴史に名前が残っている人っていうのは何か理由があるはずなんですよね。でその理由を考えるんですね。私もそれは若い頃からなんとなく癖づけでしてあります。フェルメールっていうのは唯一無二やなとか思ったら、なんでやろうって考えたら、例えばあんまりにも謎が多い絵描きさんなんですね。謎が多い絵描きさんであって、それでかつ、作品数も少ない。だから今になっても彼の作品のそしてなおかつ完成度が高いということで、ものすごく作品数が少なかったっていう風にされているんですが、実際は僕意外ともうちょっとあったような気もするんですね。年間 4,5 枚書いてたんちゃうかなとか、適当な自分の中で説立てたりするんですね。なぜかというとですね、結構晩年の方になると絵の具のあれがですね意外と薄いんですね。ただやっぱりやり取りっていうかもうちょっとこうかなっていう消したり取ったりはすごいので、やっぱ数自体は少なかったと思うんですが、デルフトンの大火というので焼けてしまったりしたとかいうのが唯一無二感をより、助長させているとかですね、レオナルド・ダ・ヴィンチなんていうのはずっとイタリアのスターだったかというとそうじゃなくですね、若い頃にはミラノの方に飛ばされてる、左遷されてるんですよね。大手企業に、私は一部上場企業に就職できたと思っても、ある時にトントンと肩叩かれて、君ちょっとどこどこ支社に行ってくれないかみたいな感じでミラノの方に行ってるんですね。でそういうところとかも最後死ぬ時にはフランソワ一世に、囲われてフランスで死んでいる。だからルーブル美術館にモナリザがフランスにあるんだよなんていうことを考えると、
唯一無二感がよりますなと、なんかねそんな感じ思いますもんね。だから私はもしかして今 YouTube でここまでやってる絵描きさんっていうのがいるのかいないのか知りませんが、特化して油絵だけとかデッサンだけとか水彩だけとかっていう人は意外といるかもしれませんが、私みたいにね何でもかんでもやってるっていう人はあんまりいないんじゃないかなと思ったりしています。それも私なりの唯一無二感を出すための一つの方策かなと思ってます。でこういうふうにちょっと暗いとこもグググーと、でも初めこのぐらいの段階で気づいたんですね。ワイヤレスみたいに書いてみたいなと思ったんですが、もう時すでに遅しじゃないですが、もうちょっと計画的に頭の中でやっておけばよかったんですが、その辺がちょっと弱い時はやっぱ弱く進んでいきますね。目をぐーっと強めに描いていきました。だから失敗ではないんですが、今後の研究対象としてはいいステップ一歩を踏み出せたなという作品なんですね。だから本当にこの水彩は誰が見ても義足のだねなんて言われる日が来たらそれはそれですごくいいんですが、そこから襲ってくるのはマンネリの恐怖というやつですね。評価を受けたりすると今度はそれをみんなに期待されるんですね。先生風景描いてください、あれ描いてくださいって言われるんですね。そこで僕みたいな天の弱君はそんなこと言うてくる人には僕仕事しませんよぐらいの感じになることもありますしね。先生の自由にやっていいよって言われたらすごくノリノリでやるんですね。絵描きってそういうもんですよ、なかなかですね。という感じでちょっとずつ描いていきました。何の話をしてるんやって感じなんですけども、で YS の場合の一つの特徴はやっぱ僕合衆っていうところのうまさみたいなのが一つの特徴で、あまりにないですね。唯一無二感かなと一つ思ってるんですね。要は不透明水彩をうまく使うということがあります。でそれはやっぱりテンペラ絵の具というものをうまく駆使して使えるところとなんか合致してるなと思うんですね。でその不透明水彩で白のところちょっと描いたりグレートーンを作って、より、透明水彩よりも深みのある色を作り出せるというところが彼の一つのなんていうかアイデンティティなのかなというふうに思ってます。ちょっと紅を引きながらですね。また横文字が出てきたというですね、ぜひアイデンティティって調べてみてください。説明するのめんどくさいのでですね、でちょっとずつ薄く今回は書いていきましたが、ちょっとズバッと書いていくというような方法をとってもいいなというふうにこの辺で実感をしだしているんですね。でももう2層塗ってしまったんでちょっと紙自体が弱ってきているなというので、どうしようかなと思ってます。最終的には細かいディティールも書いていくんですが、その調整みたいなものもやりすぎるぐらいやってみようかなというところで、今回は進めていった作品です。今までの写実的に描いてみた顔のシリーズよりはどっちかというとグレートーンに近いような色が多く入っていってます。でそれを使うことによってより深みがあるような表現というのが可能になった。でもやりすぎてちょっと気持ち悪くなってしまったみたいなところもあります。でこの影の色の暗さみたいなのはどこまで落としてみてもいいかどうかっていうのを挑戦してみようということで調整および挑戦をしていっているんですね。面白いもんですよね。なんか絵描きっていうのはそういうところで自分が目的を持ってですね、より透明水彩で写実的に描くためにはどないしたらいいかなというのをまた考えていくんですね。やっぱいくつか外国人の方で人物が超上手な人とかいるんですね。でもそれとはまた違う方法としてちょっと合手的な使い方をうまく使えたらそれはそれで私の作家活動においてプラスになる可能性があるなと思って挑戦していってます。で影の色だいぶ暗くここから落としていきますよ。でその影の色なんかも暗すぎて真っ暗になってしまわないちょっと手前で止めるということをしてみようと思っているんですね。でも結局は髪の毛が暗くなってくると人の肌は今度明るくなるわけですよね。だからその調整みたいなのをどのあたりでやったりやめたりということをするのかそこが私の中の今回のテーマとして挙げられております。だから皆様もその描くときに今回の目的はっていうことはその絵の主題としてある、これを描いてあげるんだっていうテーマみたいなものをプラスアルファの部分を探していく。何を言ってるか難しいですね。私も今話しながら右手でパソコンをいじっているというですね3つぐらい仕事を同時にする頭のおかしな人なのでそういうこともしております。
髪の毛もどれぐらいまで暗く持っていけるかなっていうのをちょっと微調整していきながらですね、ぐぐっと逆にこれぐらい暗く置いてみるっていうことをしていいんですね。でそれによってじゃあそれが画面の中でどういう響き合いをするのかなっていうハーモニーみたいなものをですね、で髪の毛もよしこれぐらい暗くいったらいってもいいんちゃうかみたいな感じでググググっと落としてみたりとかしていきます。面白いですよね。そういうところでパレットはある程度きれいにしながら進めていきましょうねっていうことで、パレットの左上のあたりになんとなくガッシュポスターカラーの白みたいなのをちょいちょいと出したりして、それが固まって、汚くなっている状態ですね。でちょっと鼻のとこ暗くちょっとしてみてどのぐらいまでいけるかなということで、置いていってます。でまたトントンでティッシュで拭き取ってほとんど消えてしまいましたけどもね。でそのあたりの微調整をしながらですね、ほっぺたのこの辺も明るいんやけどもどれぐらいかな、よしまず塗ってみてから考えよう、暗すぎたぐらいの感じですけど、水でペッと拭き取ってみよう、思い切ってるでしょ。なかなかこのあたりの勇気っていうのは皆さんにね、なかなか必要な部分とかあるかもしれません。でそこからダメやったらティッシュで拭き取って、今ティッシュで拭き取りました。ほらほとんどなくなりましたけども、こういった感じになりました。じゃあもうちょっと影の色どのぐらい暗くしたらいいかなっていう感じで暗くしていく。もうなんか2層3層4層もう何層か分からなくなってます。いいんですもうそんなんね、絵が良ければいいやっていう感じなんですけど、やりすぎて汚くなるというパターンもあるんですが、それはそれでいいんですよ。その時は次はちょっと初めの段階でもうちょっとこうしようかなっていうことが自分の中で計算ができるようになってまいりますので、これだいぶ暗くなりましたね。最後にまた1分間ググと凝縮したものがありますので、このダラダラ喋っているものがリンクしてくるんじゃないかなと思いますので、この辺でこういうことを考えてこのおっさんやってはったな、このおっさんやってはったなっていうのが連なってくればいいんですね。でどうしてもですね、作画動画とか見てるともう成功例ばっかりですけど、やっぱりある程度失敗している部分とか、もうちょっとこうしときゃよかったなっていう部分を私はお見せしていくべきだと思っているので、そういったことをお見せしてます。さあ影いきます、もっといくぜ、これは勇気いりますよね。ガンと赤く塗って今グレーにしましたね。緑グレーみたいな色にしましたね。これは勇気いりますよね。私も勇気いりました。ドキドキしながらやりましたっていうほどではないんですけどね、もう行ってみてもええかなぐらいの感じです。それで、水で、溶いたものをこのグラデーションをかけてですね、ちょっと反射光みたいなの明るく塗ってどのくらいかなということで、あまりにも時間かけすぎてしまうと今度はそれはそれでですね、乾いてきてしまうので、そのバランスというのが非常に難しいわけですよね。何の話をしているんだっていう感じかもしれませんが、今回は特にですね、今回これぐらい暗くまで持ってきました。でも結局透明水彩でちょっと明るくなりますよね、乾いたら時にですね。でこの辺も少し暗くいってみるぜ、俺は頑張るぜっていう感じでググッと落としてみました。私の喋りが早すぎるのかですね、 Google 翻訳が全然ついてきてくれませんね。早くそういった機能がもっともっとあれになってくるといいなと思いながらですね、でちょんと書いていってます。髪の毛とかも後でぐーっと暗くしたり細かい描写とかも最後はお見せしますので、ぜひですね最後の方まで、見ていただけるといいかなと思います。この辺りを塗った時にやっぱり汚れのように汚いじゃないですか。でそれをまた調整するという水彩で薄く塗っていくとそんなに大きくは失敗しないんですが、ちょっとグッと暗くしたりすると案外失敗とかするというかですね、でも後でなんとかちょっと拭き取ったりとかっていうこともできるし、細かい描写でグラデーションをつけていくということもできますので、ちょっとその辺を自分の中で一つ上のステージを向かうためには今までやってきたことではないことにチャレンジするということが私の命題かなと思います。絵描きって面白い仕事ですよね。絵描きさんだけじゃなくてこういうのは仕事をしている人って皆さんあると思うんですが、今までやってきた通りにやれば完成の確率は高いですが、その完成の確率を高くすることではなく、またね新しい境地へ向かっていくときには必ずね失敗するというかですね、うまくいかないこともありますよね。でそういうことを繰り返していくんですね。私なんかはある程度そんなことばっかしているので、皆さん楽しい。これは今ですね激落ちくんですね出ました。60個入りぐらいのですね、そういうちょっとグラデーションが汚いとことかも微調整をしていってます。わー丁寧にやってはるわ。細かい仕事全然見えてませんね。すみません、こういうふうにね真上から撮ってると見えなくなってしまいますが、ちょっと目の下あたりのところを少し描いてですね描いていってるわけ
です。ぐっとこれぐらい強くなって、強すぎると思ったら今はこうティッシュで叩いたりぼかしたりしながら書いてからぼかすタイプっていうのがね、皆さん分かってきたんじゃないかなと。じわじわじわというよりはガッと書いてふわっとする。はい擬音が出ました。何を言ってるかわからん。ぐわっと書いてふわ僕はどっちかってそういうタイプですね。油絵もそうなんですね。ガッと書いてふわっと、そうするとだいぶ良くなってきたと思いませんか。で髪の毛ググググと暗くしていきますが、人間描く時って左向きの方が動画上はいいんですね。なんとなくそれは分かってたんですが、右向きのあれにしたんですけどね、手がどうしても大事なところにいつも被ってしまうということでですね、でも今回ぐらいは許していただけたらいいんじゃないですかね。でもだいぶ写実的に描きながらも絵の具の大胆さとか暗さみたいなものもだいぶ極限まで持っていって、よく高評会とかで影暗すぎますよとか言われる人いると思うんですけども、その部分をお見せしたかったんですよ。ここぐらいまで金切りかなっていうのをお見せしたくて、写真をそのまま写すと真っ黒になっちゃうみたいなことがありますが、肌の色の中の暗い色っていうのはどの辺かな、どのぐらいかなっていうのをお見せしたくて、今洋服のこれはボーダーですかをもうほぼ一発で描いていってます。顔の描き込みに対して洋服とかはそこまで描き込まないでお見せしようかなと思いました。ボーダーとかも慎重に丸筆のなんかどこかで紹介している1000円で何本入りの丸筆、案外これが使いやすくて笑っちゃいました。ナイロンの筆ですね、を使っております。ライブペイントとかでこれ買いましたって何人かいたんで、もう売り切れてるかもしれませんね。私はもう買えないかもしれません。また買いたいなとふと思ったんですが、ちょっとハッチングとかも入れながらグラデーションというのをつけながらですね、だいぶコントラストが強くなって書き込みもだいぶされてきたんじゃないですか。今回はだから4、5層かかってここまで来てるんですけど、3層ぐらいまでで来れたら理想かなっていうのを思いますね。だから初めにもっと大胆にいってもいいんじゃないかなと。だからそれがやっぱり透明水彩を主にやってきてない人のね、未熟さというかですね、でも今後そういったのがちょっとずつ確率も上がっていく。それでうまいこといくようになってくると今度マンネリが始まる。ややこしい話ですね。そのループです。ループにはまっていくと、絵画ループと言いましょうか、芸術ループと言いましょうか、ものづくりループと言いましょうか、そういったものなんですね。で顎のところも少し一回暗くしてからちょっと明るくしようということで今ポンと叩きましたね。もう一回これちょっと拭き取ってるのかなと思います。そういうことなんです。私たちが制作を続けるということはそういうことなんでございます。そして何を伝えるか表すか。20歳20この子は20歳ぐらいかな、まだまだね若々しいですけどもね、それが将来に向かって、若干の不安を抱えたような顔みたいなのを描けないかなということで描いていったんですね。だから光と影があるような写真を撮ってですね、コントラストが強くついてるような写真をしっかり撮っておいて、描いていってます。20歳そこそこの頃ってもう皆さんもそうじゃなかったですか。不安とかですね、いろんな心配なこととかあるじゃないですか。私もそうでしたよ。当時はそういう不安とかで何かやってないと寝れないという、今も似てますが不安でじゃないんですね。やりたいことが多すぎて寝れない病というですね、ややこしい病気ですね。でもう影もどこまでいけるかっていうことでもっと暗くいきました。そういうチャレンジをしてます。だいぶ暗く起きましたね。でこれに対して髪の毛をもっとググググググッと暗く置くということをしていって今起きました。いきなりですねグンってもうここぐらい手前っていうことですね、その勇気というかですね、大胆さというかですね、背景も今1層しか塗ってませんが、もう1層こうやって暗くしたことによって、背景ももう1層ぐらい塗っておいた方がいいかなということで、上書きで、もう1層塗りました。髪の毛をググググ、そうするとですね画面の中で暗さみたいなのがグッと出てくるので、今度は背景の方がもうちょっとなんか寂しいなっていう感じに見えてくるというような感じで画面を構成しながら作り上げていきました。ちょっと難しいこと多かったですか？すみません、今回はね難しいこと多かったかもしれませんので、ぜひですねいろんな動画を見て勉強してください。概要欄の方にこの辺おすすめですよという動画も載せてありますし、もっともっと初歩的なことも載せてます。でもこれは相当応用的な感じかなというふうに思いますが、まず基礎があっての応用、もう最後ほらもうめちゃくちゃ水で溶いたのでチュン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 と書いていってます。本当細かい描写をしながら密度を上げて完成していった作品でございます。まちまち最後ちょっと拡大してお見せしている部分も少し出てくるかなと思います。
ちょっとやりすぎたんで気持ち悪いぐらいになってしまったんで、ちょっと謝っとかんと。優しい子なんで許してくれるとは思いますがちま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 やってってますが、細かい部分も書いていきながらですね、リアリティある、すごくこう綺麗に書くというよりは、どっちかというと人間の生々しい部分みたいなのが少し出てくれば面白いかなと思いながらですね、ちょっとお洋服の影とかも少し、描いて、あまりギトギト描くつもりはなく、さらっとでいいかなと。それに対して一方こう顔なんかググググググーっと描いてやるという、そのコントラストで絵画の面白さを伝えるということをしていっております。ちょっとティッシュでポンポンポンという感じです。これは確か4時間近くかかってたかなと思いますね。もう少しこう段取りよくできる部分があったんちゃうかなと思いますが、髪の毛もう一層暗くしました。背景のちょっとブルーグレーみたいなのが映ってるような状態にしておこうかなと。そしてもうこれ白も入ってるんでですね、で今これ拭き取ってる作業ですね。水だけで拭き取ってだんだんと、本当に何をしているかわからないレベルじゃないですか。本当に温微調整ですね。ちゃんとこのグラデーションもうちょっと綺麗に出んかなっていうので、綺麗な水で拭き取ったりして、グラデーションをつけたり、ちょっとここやりすぎたなと思ってトントンという感じでやったりとかですね。グレーでしょ。グレーというか肌色も白が入って複雑な色になってると。いう感じでちまちまっていうこうで、またパレットをきれいにして生の白に近いのとかで、明るいところの面のところを細々描いていってみたりとか、しています。やっぱりこう横着な人とかパレットとかずっと汚いままいきますもんね。ちっちゃいパレットで描いてる人とかもいますもんね。ああいうの伸びないですよ。絶対伸びないですよ。私いろいろ見てきましたけども、基礎統計学によるとケチな人は伸びないっていうね。やっぱりこうパレットが汚くなったらすぐ掃除できる人が伸びますとかね。画材に関してもやっぱりいいものというかですね。何でも安く済まそうっていう人伸びないですね。もちろん安くていいものとかもあります。100円ショップの筆でもこういう時はすごく便利ですよっていうのもありますが、全部これで描きましたとかっていうのはやっぱあまり成長しないなっていうのは私の経験上ですね。背景もう一染め塗ります。ベターっと思い切っていきましたね。かなり細かい描写も描いていきながら、ちょっとグレートーンがほっぺたの影の中とか鼻の横とかに入ってるの分かりますか？でそういったところがこうね、深みを増させてる原因っていうか一つだと思いますので、今後はちょっとこういうの積極的に、これは白ですね、をちょっと混ぜたようなグレートーンボーンと置きましたね。ボーンとね。この勇気はなかなかね、2層目ともなるとですね。で次の私の課題としては、初めにもうちょっと大きくしっかり作るということであるとかっていうことを、偶然性をもう少し使えたらというふうに考えております。解説は以上です。では1分間の解説、背景塗りました、土台を作りました。この時はまだちょっと慎重にどないしようかちょっといくらいの置きながら、細かいディティールを描きながら、この暗さに合わせて全体を塗っていくんですけども、どんどんもっと思い切って強くいってもええかもしらんなっていうことで、思い切り影の方強く塗り出して、影思い切り塗りました。ちょっとやりすぎて、顔のとこちょっと汚くなったんですけど、なんとかフォローしながら、細かい描写もしながら、髪の毛ガーンと置きました。少し細かい描写をしながら、どうないしようかなと頭で考えながら、細かい描写をしながら、ほっぺたなど影の方ガン、髪の毛ガンって置きました。思い切っていきましたな。初めからこれぐらいやっとけよって話ですね。背景2層目を塗ります。それで細かい描写をしながら、もうちょっとなんかこう細かい描写してる、ちょっとだいぶ長いことやってるでしょこの時間ね。で、ティッシュで拭き取ったりなんだかしながら、背景に、まだ2層目塗ってませんね。細かい描写でようやく整ってきたかなっていう感じですね。ということで、細かい描写ずっと細かい描写をしながらですね、背景2層目塗ってということで、ご視聴ありがとうございました。どうでしたか？うまくいった部分とそうでない部分って絶対あるんですよ。でそれを僕はやっぱり研究の材料として、とにかく繰り返していくということをしていきます。でそれを実際にこういう YouTube で公開できるっていうか、していくこと案外面白いなと。これ実は僕学生の前とかではずーっと20年以上やってたことなんですよ。で本当に学生の前で絵も描きますし、失敗もしますし、ある程度今までの経験上うまくある程度までいく部分もあれば、そうでない部分もあると。で皆さんもやっぱりそうですよ。いきなりうまくなんてできないです。だからほんの少しずつ、できるようになっていきます。うちの今ちびっ子1歳9ヶ月ぐらいが言葉を覚え出してます。で赤
キーとか言うてます。トマト赤をぶち切ってガバー食うてますよ。で、そういったこともやっぱりですね、少しずつ覚えていくものと似てますので、皆様も本当に一歩一歩、前よりこうかな、ああかなという分析ができるようになっていけば、本当に成長していきます。していかない人もいるんですよ。もうあんまりにも自信があるのか、何なのか、人の言うことを聞かないのか、自己顕示欲が強いのか、よくわかりませんが、そういった方がいるということはもちろん知っていましたが、そうじゃなくて自分に謙虚でありながら努力していくということを続けられてみてください。そうすると、どんどん絵が楽しくなっていきますよ。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。